月曜日まで調子良かった。全然痛くなさそうなんですけど。一応ご質問としては、はい。今の状態、まあ、今の状態もちょっとずつ刻々と変わっていくんだけど、手術した時点では貧血とか炎症とか横断はまだ悪いままで、悪いままですね。でその手術した後ね、輸血して手術した後、今の気分とか、それから思ってることとか、状態はどうかなっていうことを教えてほしいっていうことと、あともう一つはやっぱり、まあこれもね、木下さんはやっぱりのんちゃんのその意思をちゃんと尊重してやってあげたい。なんかこう一生懸命やっていることがなんか母ちゃん自身が、自分のねなんかためだけというのか、自分が生かしたい、一緒にいたいと思ってることで母ちゃん必死になってただやっていて、それはやっぱり嫌。のんちゃんが本当にどうしたいかっていうことに沿ってあげたいし、でやっぱり行きたいし、お家に帰ってきたいし、みんなが元気になりたいっていうんであれば、まあ、続けて、まあもうこういう手術はできないっていうかないと思うけど、続けて病院通うことと、やっぱり今まで通りお薬を飲むこととか、それは必要になってくるから、のんちゃんがそれをどうしたいと思ってるのか、もうなんかもういいよって思ってるのか、それも結構しんどくても頑張るよって思ってるのか、そこを聞きたいってことでどうですか？大丈夫ですかね？はい、そうです。どうしたの？どこに行ったのよ？来たね。早く来てくれた。幸せになろうな。これからお風呂入るよ。もう大丈夫だよ。もう大丈夫。大丈夫。よく来てくれた。これからなんかついてくるんだと思うよ。自分はご飯食べないで行っちゃって、めちゃくちゃの食べ方で。まだパン。行っちゃった。いるんだよ。泣いてる。
やっぱりハマチ君のようなこと出会ったことでなんかすっごいからやっぱり生きる気力みたいなのもらってるなと思って。そうですよね。ハマチ君もね、前回のリーディングの時に、こう疎外感が違って浮いてる感は分かってる。そうそう、浮いてるから、僕だけ浮いてる。そう。で、のんちゃんが来てくれたおかげ。例えばそう、のんちゃん来たことですごい優しくしてもらって嬉しかったと思いますね。お願いします。入院して良くなるので、良くなるというか、家ではもう食べさせられない、飲ませられない自利品を見るだけなので。正直やっぱりその入院する前くらい入院してからかな、やっぱり日に日に坂道転がるように体がしんどくなって、なんかある意味ね、もういいやっていうんですかね、体からもう出てもいいやっていう気持ちになったこともねあるってはっきり言ってます。それぐらい急に、急に悪くなったから。そうですよね。多分急にウイルス量もガーって増えたんだと思うんですよね。だからね、先生も多分説明されてて、母ちゃんの家庭教師私の前に言いましたけど、なんかもう本当に最初のなんかこうちょっと失礼な言い方だけど、生きてるのかも本質いってもっていう瀕死の状態から、ご飯とか食べられるようになってバーンって一時期乗り上がってきて、体もシャンとしてきて、でそうすると今度またこういろんなものがこうわーっと数値上がってくるんですよね。なので、もうそういうもう体から出てもいいやっていう気持ちになったこともあるけど、やっぱり母ちゃんのそのとてつもない熱意と、すっごい愛情と、それからハマチのあどけなさと、それと何て言ったかと思ったら、もうねこの子初めてそういうふうに思えたと思うんだけど、自分の家って思ってるから、初めて自分の家と仲間ができたってそのほら確信っていうか実感できたから、一番最初のほらなんか洗面所のところの隔離部屋ではなくて、そこから出てきてみんなとほらハマチ君も初めみんなと接して、もうこれが自分の家でここがもうみんなが自分の仲間なんだなっていうちゃんと自覚ができたから、絶対に目を覚ましたいと思ってたって言ってきました。よかった。だからとにかく今ホッとしてる。その昨日の5時6時の時点に。すごいホッとしてる。それしかない感じなので。でまあね、だからこんなこと聞いてねちょっと申し訳ないんだけど、その今ののんちゃんの状態でね、ちょっと酷かもしれないけど、今の状態でね自分の状態だって全く動けないわけだし、まあそれをね感じることはどんなことかなって聞いたら、その一応エリザベス取れたじゃないですか、このもうねそれがホッとしてるって言ってますけどでまあそのまま伝えてもいいですか？なんか伝わってきたこと。いいです。お願いします。あれはちょっとした拷問器具だからねって言ってます。本人全然痛くなさそうなんですけど。痛くはそんなに痛くはない。そうなんですか。でも、ハマチが来てくれて、ハマチの血をもらってから、
なんかね、やっぱり急に元気が出たって言ってるんですよね。あの時びっくりしたんですよ。私ものんちゃんの目がパカーンと開いて、浜地くんが来たらですね、それまではなんかこう、うっとりだったんです。ちょっと半分意識朦朧っていうか、ぼやーんとした感じでしたよね。そうなんだ。母ちゃん来てくれたんだ、ぐらいだったのが、お、浜地が来たみたいな、こう目が開いて、急に、俺大丈夫だよみたいな雰囲気を、なんか浜地くんにアピールしようとするじゃないですけど、なんか、で、浜地くんも大丈夫みたいな、浜地くんも浜地くんで、僕が守ってあげるよみたいな雰囲気だったので、すごく2匹の、なんかやりとりというか、はい。この2人の、なんて言うんだろう、この前も言ってたけど、ほら、はい。まあね、浜地は浜地で、そういうほら、年の離れた、浮いてたのが、年の離れたおじさんが来て、って話聞いてくれるし、よかったと思ってるし、のんちゃんはのんちゃんで、あどけなさとか、純粋さとか、全く苦労してないから、そういうのにすごくこう、なんか心洗われて励まされるって言ってたじゃないですか。はい。だからもう来てくれたことで、血をもらったことで、急に元気が出て、だから母ちゃんからは、浜地に僕にたくさん血をくれてありがとうって、すごく思ってるから伝えてって言ってます。わかりました。で、そこからもうね、なんかね、すごい母ちゃんと浜地のためにも絶対戻ってきたいっていうか、もう戻ってくるってなんかこう、自分の中で決めたって言ってますね。なんかそんな感じがしました。なので、先生も、五分五分だとは言いつつも、先生も、やりましょう、やるなら今しかない。で、私も、そうですね、やりましょう、やるなら今しかないみたいな、なんか、こう気持ちが、猫と先生と私の気持ちがこう、そうですね、合わさった瞬間でした。すごいですね。浜地くん。なんか全員の気持ちがそこでパッて一致して、はい。もう、ただ数値とかほら、状態だけじゃない。そうですね。なんかね、いろんな見方があるとは思うんです。その猫にね、さらに苦しませてなんて人間のエゴなんじゃないかって私も思ったし、でも、なんかこう、浜地くんが来てくれたおかげで、なんか3人が一緒の気持ちに、2人と1匹が一緒の気持ちになれたっていう、なんか、これを大事にしようと思って、もう揺るがず、頑張ろうねっていう気持ちになれたんですよね。そしてよくほら、母ちゃんはそういうふうに自分のエゴなんじゃないかなって言うけど、そこ本当に紙一重で自分のエゴなんじゃないかなって思う人はエゴでやらないんですよね。押し付けたりしないんですよね。ちょっとやっぱり押し付けた人はそこはやっぱりその時は全然思ってないので、だからそういうふうに思うってことはもうそうじゃないってことだと思うんですけど、だから、のんちゃんもそこで決めて、でその後僕のね、体が持たなかったとしても、だからもう絶対戻ってくるって決めて、その手術が終わった後、たとえ僕の体が持たなかったとしても、一度は絶対に帰ってきたかったって言って。そうなんですね。だから、そうやってバーって覚醒して、母ちゃんが目の前にいたらっての言った時はもうめっちゃ嬉しかった。戻ってこれたんだって実感が湧いて、すごいほっとしたって言ってます。だから、じゃあ、今どっか痛いとかね、そういうのないですかって言ったら、もうね、その痛みとかそういうのは、その昨日のその時点では、ないよって。そうですか。もうね、すごいって、その先生のところ、やっぱりその先生のところって病院ってことなんだけど、で、来ると、やっぱりだから完全に体がコントロールされてるっていうのがすごいよくわかるって言ってきて、で、その時点では、歯とか口腔内抜歯の痛みっていうのは、昨日の私が話した時点では、かなりコントロールだからされてるんだと思います、薬で。痛み止めとか、抗生物質とか、
こう炎症薬とかそういうのは多分相当入れてると思うので、だからそこに関してもすっごい口が痛いとか、抜いたところがですね、それはないです。ないけど、お腹に何かが溜まる感じがあって、それは違和感はあるって言ってます。わかりました。ちょっとその感じは今日午後先生のとこ行くので、のんちゃんがそういうふうに言ってたって、はい、伝えてます。で、それをやっぱり私が感じたのは、結局まあ管で栄養今入れてるわけですよね。あ、そういうことか。お腹に直接胃にご飯が入ってるから。じゃないかなと思いました。あ、わかりました。ほら、普通はもぐ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 って口で食べて、はい。で、ここから送られて、しばらくするとお腹が膨れるじゃないですか。はい。でもそのもぐもぐを通してないで、ほら、なんていうのかな、定期的に、必要なものを多分、栄養素入れられてると思うんですよね。はい。だから食べてないのに急にお腹がなんかこう、なんていうんですかね、溜まる。そこは違和感があるっていうのはそういうことだと思います。あ、よかったです。ありがとうございます。何かこう、どんどんお腹に腫瘍ができてる感じではなく、ご飯が入ってそんな感じではない。わかりました。ありがとうございます。で、そうやって話してたら、のんちゃんから、一つ聞いてもいいって逆に言われたので、はい。どうぞって言ったら、もうなんて言ってきたかったらすぐ、うちにいつ帰れるのって言ってきました。そうですよね。のんちゃんって意外と淡々と喋るんですけど、こう、流れとね。淡々としてるんだけど、感情がすごいこもっていて、なんかね、胸がすごいキュッとなりましたね。そうですよね。でね、なんて言ってるかと言ったら、うちの匂いって言ってます。うちの匂いって、それはなんかすごい、もちろん臭い匂いがするとかそういうことじゃないですよ。ほら、そのうちのなんか匂いってないですか、みんな自分。だからそのうちの匂いとか、みんなが出す音とか、母ちゃんの声とか、それから母ちゃんの膝の上、それから母ちゃんの手とか、それから母ちゃんの温かい、体温ですね、手とか全部。もうすごく安心するし、今はとにかくそれがすっごい懐かしいって言ってます。懐かしいんですね。だからもうそこに帰りたいって言ってます。だからそれもすごくよく分かったので、ちゃんと母ちゃんに伝えるねってそれは、言ったら、ってそのね、みんなの気配とか感じながら、母ちゃんと一緒に眠れてすごい幸せだったって言ってました。あの日、前田さんに、のんちゃんからのお願い、みんなと過ごしたいって、言われた、その日の、入院の前日ですよね。みんなが遊んでるところに連れてって、で夜は私の枕元に寝たんですが、なんと初めて私の、言いましたっけ、これ。私の首に、のんちゃんの首を置いてくる、もう、体前半私の首に預けてきたんですよね。のんちゃんが体全身でこう、喜びとか、感謝を表現してくれてる賢い子なんだなと思って、なんとなくなんかこの半年の、この半年を私もあの時に思い返したりとか、多分のんちゃんが思い返してるのが私に伝わったのかなって思うんですが、のんちゃん自身がこの半年思い返して、こう母ちゃんに体の重さで感謝を伝えてくれた瞬間だったなと思って。体温とか高さとかすごいできているので、やっぱりそうやって触れ合って直接自分は帰ってくるぞと思ってるけど、やっぱりちゃんとそこでお礼言いたかったんだろうなと思って。そうですね。動物がその時の感情しかないとかいう人いますけど、すごいそんなことないです。ね、そうですよね。何でもよく分かってます。はっきり自分で言ってきたんだけど、やっぱりね、自分が体離れる時ね、これからね、それは今すぐとかそういうこと意味じゃないですよ。死ぬ時っていうのは家がいい。
はい。で、母ちゃんのそばがいいっていうのが、うん。すっごい静かに伝わってきました。承知しました。もう必ずそうします。うん。うん。で、じゃあね、のんちゃんは、うん。母ちゃんが一番気にしてることなんだけど、うん。これからどんな風に、どこまで頑張りたいかなって、うん。どこまでね。うん。だから、それは、うん。僕の体にうん。もっと他にやれることがあるっていう意味かなって聞いてきたんですよ。うん。だから本人はうんもうこれ以上やれることがないって思っていると思います。うん。お薬ね、うん。飲みたくないっていう時もあって頑張る時もあると思うけど、うん。こうやって自分は目が覚めて戻ってきたんだから、うん。それは頑張りたいって言ってきました。かっこいい。ありがとうございます。はい。嫌っていう時ももちろんほらね、毎日の生活のことじゃないですか。うん。いくらそのほら志とか言っても毎日の中で、あ、またかってなるじゃないですか。うん。だから嫌っていう時もそれはあると思うけど、うん。その投薬に関しては頑張りたいって言ってます。ありがとうございます。うん。うん。でも、じゃあね、もう何にもしないで、うん。しんどいよって、母ちゃんはなんでこんなにことするのかなとかね、うん。もう僕を楽にさせてとかって、そういうのはないですかって聞いたんですね、一応。うん。で、もしそういうふうに感じていたら、うん。母ちゃんは自分の独りよがりになっちゃうから、うん。そんなことはしたくないってね、すごい強く思っていて、うん。のんちゃんの気持ちをすっごい尊重したいっていうのはもうとにかく一番だよって伝えたら、うん。母ちゃんが自分の気持ちだけでそんな治療をする人じゃないってことは、今回のことを通してよく分かってるって言ってきました。よく分かってます。だから母ちゃんが心配してくれてるのが痛いくらいもうその今回の入院で、もう伝わってきたからって言ってます。どんだけ心配して、もうどんだけどうしようっていろいろ考えて、どんだけ心配してくれたか。ただ僕も気持ちとは別にね、その自分の気持ちとはその気持ちとは別に、この体、肉体ね、がどこまで持つか、どれだけ持つかっていうのは、今はその自分でもわからないって言ってますね。わかりました。承知しました。だからすごいこうしたい、ああしたいっていうことはちょっと今のその昨日の段階でですね、言えないしわからないって言ってます。わかりました。ただ今自分の家に帰りたい。そうですよね。で、とにかく家帰ってほっとして、そこから一つずつその目標っていうのか、そういうのを見つけたいよって言ってます。わかりました。じゃあ、まずは退院して家に帰ってから、ゆっくりですね。体力回復したら。はい。で、一番いいのはその体力回復してきて、結局口はもう問題なくなるわけだから、で、そこからちょっとその食べれるようになるってこと。そして全身の状態がそこから良くなれれば、もう、ほら、いつまでもその静脈点滴してるわけいかないじゃないですか。やっぱり血が薄まってくるので。そうなんです。そう、で、貧血が進むから、だから、まず、その自分のお口で食べれるっていうような状態になってほしいなっていうふうに思いますね。そうですよね。こんな感じでした。非常に前向きでした。いやー、さすがかっこいいですね。苦労してきただけあって、なんかこう、甘えてないなっていうのがすごくわかるし、多分、そうだね。甘えがないですよね。で、恨みもないし、恨み事とかも一切ないし、
本当に、ただ、ね、前向きに生きてくれてきた結果が今なので、いや、もうそこはでも、動物はみんなやっぱりそのやってくれた人の思いはものすごく感じてるので、どんなにほら口で可愛いよとかいい子だよとかなんかいろいろ言っても、その人から伝わってくるその思念っていうか気持ちに対してすごく反応するので、まあ、母ちゃんの今までのやってきたことが何かなんて何の損得もないじゃないですか。ただただ、なんていうのこと思ってるし、それプラスやっぱりハマチくんとの相乗効果がすごい大きかったんじゃないかなと思って。ねえ、ベース。すごい猫ですよね、ハマチくん。ありがとうね、ハマチくん。パワーがあるし、なんかもう純粋でなんか屈託がなくて、いい子ですよ。ですよね。出てくるからね。なんちゃんとハマチくんのほら、ツーショットが、なんちゃんはもう貧血があるから、もう耳とか肉球真っ白で。で、ハマチくんはもうほら、今もそうだ、今眠いからもっとピンクになってるけど、もうほら、血気盛んで血の気もすごいあるので、もう全部もうピンクで、なんかこう、コントラストっていうか対比がすごい切ないしは、すごい、いい友情だなってすごい思いました。みんなありがとう。